こんにちは、ミントです。今日は韓国での購入品をご紹介しようと思います。普段のルーティーンでどのように使用しているかも含めてご紹介をしておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。一つ目がハンガジョのピローミストです。こちらはソンスドンにある LCDC という複合施設の中にショップがあります。オーガニックのソープブランドなんですが、見た目もめちゃくちゃ可愛いプロダクトばっかりなんですよね。なんですけど、私が一番気に入ったのが石鹸ではなくピローミストでした。森の中にいるような静けさをまとったそんな香りがします。いつもベッドサイドに置いておいて、寝る前に寝具に振りかけるのがルーティンなんですけど、私は結構寝る前に考え事とかしちゃって寝つけないことがあるので、こういう香り物を使って考え事の気をそらすというか、とりあえず悩むのやめて寝ようぜっていう気持ちにさせてくれるので、なくてはならない存在です。二つ目がカロスキルにあるアロマティカで買ったフェイシャルスクラブです。アロマティカは韓国初のビーガンスキンケアブランドなんですが、こちらの店舗はほぼすべての商品をお試しできる体験型ということで、以前から話題になっていたので今回訪れてみました。この日はまさかの私一人しかお客さんがいなかったので、二人のスタッフの方にとっても丁寧に接客をしていただきました。で、二つ購入したうちの一つがフェイシャルスクラブです。私は敏感肌なので、スクラブはかなり慎重に選ばないといけないんですが、こちらは染みたりすることもなく、かつ仕上がりがもっちりするので、とっても気に入っています。クレイマスクを顔に伸ばして5分ほど置いたらくるくるマッサージして洗い流すだけなので、お手軽に毛穴ケアができます。3つ目は同じくアロマティカで購入したボディオイルです。これはセルライトに効果があるとのことで買ってみました。お風呂上がりに足のマッサージをするのが日課なんですけど、このボディオイルとカッサを使って20分くらいかけてマッサージするとかなりスッキリします。セルライトに劇的に効果があるのかって言われると、目に見えてめちゃくちゃ変化があるとかではないんですけど、足のマッサージって疲労回復にもつながるので、お風呂上がりにネットフリックス見ながらこんな感じでマッサージしてます。4つ目はタンバリンズのキャンドルです。タンバリンズはハンドクリームや香水を夫からプレゼントされたことがあって、その2つもとても気に入っていたので、今回新たにキャンドルを購入してみました。今回訪れたのはカロスキルのフラッグシップストアです。私はコクーンムスクの香りをチョイスしました。なかなか癖強めな甘辛い香りなので、正直好みはかなり分かれるかなと思います。ムスクの香りが好きな私にはドンピシャでした。使っていくうちにキャンドルが溶けてなくなっていくのがね、悲しいんですよね。ここからはオリアンで購入したコスメたちです。アノブは最近広告でもよく見かけるのと、パッケージのデザインが可愛いので気になっていて、ちょうど洗い流さないトリートメントが切れていたので買ってみました。私はお風呂上がりのタオルドライした髪に使用しています。結構重めのテクスチャーかなと初め思ったんですけど、濡れた髪にすると馴染むんですよね。次回はヘアマスクも試してみようと思ってます。これは韓国でいつも買うものの一つなんですけど、チャホンのフィックスボリュームヘアスプレーです。
ヘアスタイルをキープするスプレーなんですけど、ミストなのでベタつかなくて変に固まらないんですよね。前髪をふんわりかき上げる方とかも自然にキープできるので使いやすいかもしれません。私はトップのボリュームを少し出したり、前髪を整えるのにこのスプレーを使っています。一拭きで十分なので、もうね、永遠になくならないっていうのもこのスプレーの魅力です。シカの超ド定番ブランドの商品なんですが、夏用に今回はジェルクリームを購入しました。ベタベタしないので朝メイク前のスキンケアにも使えます。私は吹き出物だったり体の不調が肌に出るタイプなので、なんか調子悪いなーって時のお助けマンとしてこの子を使うようにしています。小さいトラベルサイズのものが2つセットでついていました。こちらもダルバの定番商品であるトリュフミストです。こういうミストって水分だけだと逆に乾燥するので、オイル配合っていうのが自分の中でマストなんですよね。2層式になっているのでよく振ってから肌に振りかけています。これは香りもいいし、お出かけの時にメイクの上から使ったりしています。だいたいこのタンバリンズのハンドクリームと一緒に持ち歩いていることが多いです。マーティン・キムはソンスの方にある路面店とヨイドにあるヒュンダイソウルの店舗2つとも今回は行きました。正直品揃えは路面店の方が圧倒的にいいと思うんですけど、他のブランドもお買い物したいっていう方はヒュンダイソウルの方が便利かなと思います。T シャツはかなり種類が豊富なんですけど、このさりげないマークが私のツボだったので、今回はこちらを購入してみました。この T シャツの生地が伸縮性があってすっごい着心地がいいんですよね。可愛いだけじゃなくて機能性の観点でもかなりいい T シャツかなと個人的には思っています。デニムだったりフレアスカートだったりボトムスを選ばないところもお気に入りのポイントです。同じくマーティン・キムで購入したキャップです。ダークカラーのキャップが一つ欲しくてこちらを買ってみました。黒だと重すぎる感じになるんですけど、この子はチャコールグレーなのでちょうどいい感じなんですよね。さっきの T シャツと合わせることも多いです。こんな感じです。ということで韓国での購入品は以上になります。韓国ということもあってコスメのお買い物中心になりました。これから韓国に行かれる方の参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。